神秘的な閉ざされたところっていうことに旦那さん方は価値を求めて大事な方を接待するっていうので来てるので、何でもかんでもこうやってオープンにするっていうのは、じゃあいいか悪いかって言ったら、いいふうに思ってない方もたくさん多分街にはいらっしゃるんです。Higashi-Chaya District. Cobblestone alleys whisper the passage of time, and wooden lattice windows glow with a mysterious warmth in the dusk. Here, a dreamlike vision, once imagined, still quietly lingers. What exactly is a chaya? It remains an enigma, a hidden world where only a select few may enter. Expensive, exclusive, and cloaked in secrecy. We were able to open one of those doors. We visited Kaikaro, the chaya built in 1820 during the Edo period, one of just 5 that still operate today in Higashi-Chaya District. There we spoke with its okami, the proprietress, to uncover the essence of omotenashi and the quiet culture of refined hospitality that continues to live on, unseen. 私は、開花楼の5代目になります、馬場花子と申します。金沢で一番大きな茶屋建築になってまして、でも歴史の中で何度も何度も大きな修復を重ねながら今現在ということになっています。During the Edo period, which lasted from 1603 to 1868, Kanazawa flourished as the wealthy seat of the Kaga domain, a symbol of immense power and prosperity. This wealth nurtured the elegance of the samurai class, masterful craftsmanship, and a refined culture of hospitality. これなんか文字に起こしてもらったらあんまりあれかもしれんけども、私ら思とるのはやっぱ金沢は品格があるなって、お客さんもそう言ってください。特にこの東はね、やっぱり。だから金沢三茶街ありますけども、やっぱりこうやって東っていうのは、ちょっと別格、選んでいただけるっていうのはありがたいことですけど。Today, Chayagai remain rare sanctuaries of grace, where dance, music, and quiet elegance still echo through their time-worn wooden walls. 映画の主人公になったみたいって。Guests drift into a dream. 本とか映画とかで、ね、見ててもまさか自分がね、なんかその中に入れるっていうのはなかなか海外の方はそういう機会もね、日本人もないですけども。だからすごくやっぱり喜ばれますよね。そうやって来ていただくと。What does it take to step into the secluded dream world? ここって初めてのお客様っていらっしゃらないんですよ。もう必ず紹介で、もう大体通過になってるんで、この日何月何日に何時に何人で行くし、あとお願いねって言って投げてもらって私たちが組み立てて、だからそこには予算もないですし、見積書もないですし、一応そんな感じなんですよね。So why is it that newcomers, those without introductions, cannot simply walk through these doors? いろんな理由があるんですけども、その身元のわからない人をあげないっていうことなんですよね。で、ご紹介の方から、ある程度のどんな方かっていうのを最初にちゃんと紹介をいただいて、まずその人たちと一緒に来ていただいて、そこから私たちがこの方何回か来ていただいて大丈夫やなと思えば、そこでその方から直接予約をいただけるようになるっていう感じで、当日の支払いもないんですよ。全部後日生産になるので、やっぱりそういうお金の面のこととかもありますので、だから昔からずっとこうやって昔の商習慣ですよね。必ず紹介者を通して使っていただくっていうのがやっぱこれ今でも続いているっていう感じです。Talking about money here is considered improper. In the refined world of the chaya, trust and tradition mean everything, and a personal introduction is the only way in. 大事な接待のお席ですから、そんな煩わしいねお金のことを考えなくてもいいようにっていうので始まったのが、そういう年に2回の支払いっていう。年に2回なんですか？もともとは年に2回です。ボンとくれですね。
じゃあ本当に信用。そうです。だからその一元さんお答えってそういうところにもつながってくるんですね。で、その方がもし払えなかったら、はいはいその人を紹介してくれた方のところに、代わりにお願いしますね。だから紹介したっていうのは、まあ、言葉、ね、どうかわからんけども、万が一のことがあったら自分が身元の保証人にならないかんっていうのを頭に入れた上で、私らにお客様を紹介していただくっていう感じですかね。Chaya architecture, pillar of geisha districts, embodies a quiet harmony of form and function, where elegance serves a purpose. 基本的にお2階が全部お座敷、1階がもともとは住まいなんですよ。これが茶屋建築。加賀群青という加賀群青。The inner chamber signifies greater prestige than the Vermilion parlor and is reserved for honored guests. この床の間のある方が必ずお客様がお座りいただくゲストルームです。床の間のある。で、その向こう側の表、続いてるそのお部屋で芸妓さんが毛を披露する。でこう使うときはこの襖は外します。夜は。はい。お通夜さんっていうのは男手がないんですよ。こういう襖を外したり何かをするっていうのは全部女手だけでやるんです。でこれ夏になるとこの戸を全部夏戸の戸に変えるんですね。須戸に変えるんですよ。でその時ももうみんな女手だけでやるっていう、はい、大変な作業が。ここは本当にいろんな方が使われるんですよ。では正面から帰るとどうしてもいろんな方と顔を合わせるので秘密の階段を降りて、裏の玄関から帰るっていう、顔を合わせないようにっていう配慮の一つ。これは漆喰ですね。これ蔵なんですけども火が出た時に中のものを守れるようにっていうわざわざ漆喰をそれで漆喰なんです。建物の中に作ってます。で今はちょっとショップになってますけども、はい、昔はここにいろんなものを全部キープしてたり。これおかみさんですか？そうです。誰かが作ってくれた。By day, the first floor of Kaikaro serves as a salon, a refined space where guests enjoy the elegance of Chaya architecture, alongside carefully selected teas and the signature golden matcha parfait. 昔冷蔵庫なかったじゃないですか。でもやっぱ食べ物をやっぱりきちんと保存しなきゃいけないってことでこういう地下に氷室を作って、昔の冷蔵庫の代わりです。でさっきやった中庭に屋根の雪を全部落としてそこで雪のブロックを作ってこの大きなそれを藁に何重にも包んでそれをこの下に全部引き詰める。でそこに食べ物を保存する。でここは氷室。それもじゃあ女性でやってたって。そうですそうですそうです全部。すごい。伝統的なものってなんかやっぱり守るのも大事だけど見てもらうっていうことだ、工芸もそうです。やっぱ作って終わりじゃなくって使ってもらったり見てもらったりっていうのがやっぱ大事やなと思うんで、ね、みんななんかやっぱりなんか隠して守ってみたいな感じですけども、やっぱ見たいって思う人に見てもらったらやっぱそれは見てもらう方も見た方も幸せになれる。そうやってこういう文化を上手に伝えていくっていうことも大事なんかなっていうふうに思いますけどね。